なんで花にはお母さんいないの？病気で死んじゃったの？そういうこと聞いちゃいけないってお父さんやお母さんに言われなかった？花ちゃんがかわいそうでしょ？だってうちのばあちゃんが花んちのお母さんはもしかしたら花のお父さんに殺されたのかもしれないって言ってたから、そうなのか聞こうと思っただけだし。お父さんがお母さんを殺したの？背中に背負ったランドセルがうなだれるほどに重くのしかかってきた。黒いアスファルトだけをじっと見つめて、早く家に帰りたいと唱えながら足を動かし続ける。私をかばってくれていた友達の女の子も私から距離をとって運動靴の足が離れていくのが見えた。ほら、あいつも否定しないじゃん。この前花の父ちゃん見たけど、あれはヤクザだよ。顔にでっかい傷があってさ。嘘。怖い。私はいたたまれなくなって全速力で走り出した。ランドセルの中で筆箱がカランカランと大きな音を立てていた。みんなから姿が見えなくなるまで息が切れても走り続けた。友達ができたと思っても、いつも誰かがお父さんのことを言い出して怖がられて友達を失う。お父さんはヤクザじゃない。お父さんはちゃんと車の修理工場で働いている。私に暴力を振るったこともないし、怒鳴り声を上げたこともない。何か私が悪いことをしたと分かっても、きちんと話を聞いてどうしてやってはいけないのかを教えてくれる。花、この色鉛筆はどうしたんだい？花の持っている色鉛筆にはない色だよね。それは友達のちえちゃんがいらないからあげるって。そうなのかい？だったらちえちゃんにお礼をしないといけないね。でも色鉛筆の一本だけをいらないってくれることはあるのかな？怒らないから本当のことを言ってごらん。この紫色の色鉛筆はただの紫色じゃないんだよ。すみれ色っていうの。今描いている絵にどうしても使いたくて貸してってお願いしたんだけど、全然貸してくれないから、ちえちゃんのロッカーから持ってきちゃった。ごめんなさい。そうだったんだね。正直に言ってくれてお父さんは嬉しいよ。でも、持ってきちゃうのは悪いことだよね。うん。でもどうしても使いたかったの。花の気持ちは分かったよ。花は絵が大好きだもんね。でも、人のものを勝手に持ってきて、思い通りの絵が描けても、それは嬉しいことかな。その絵を見るたびに思い出して嫌な気持ちにならないかな。私は友達のものを盗んだんだって。うん、そうだね。いいかい。自分ではすぐに叶えられないことが起きたら解決策は何通りもあるんだって覚えておいてくれるかい？何通りもあるんだ。だからその中から簡単そうに見えるからといって悪い方法は絶対に選ばないって約束してほしいんだ。何通りも？ちえちゃんのすみれ色を勝手に持ってこなくてもすみれ色で絵が描けるの？描けるとも。描く方法だってたくさんある。でも今日はそれ以外の方法を花に教えたいんだ。他の方法？色は自分で作れるんだよ。その方法を教えてあげるから、明日はちゃんとちえちゃんに鉛筆を返してごめんなさいするんだぞ。父がその後、赤と青の色鉛筆の線を
何回も重ねることでいろんな紫色を作り上げられることを教えてくれた。一つのことがうまくいかなかったら別の方法を試してみろ。それでダメならさらに別の方法だ。そうすれば必ず正解にたどり着ける。だから諦めるな。それが父の口癖だった。そんな父なのだから友達が何と言おうとお母さんを殺すようなひどい人じゃないことは私が一番知っていた。でもそれを上手に説明する方法がわからなかった。私が息を切らして家に着くといつものようにおばあちゃんが家で待っていてくれた。そんなに息を切らしてどうしたんだい？なんでもない。そうなのかい？花ちゃんのおやつができてるけど食べる？おばあちゃんはまだ湯気をあげている芋餅をお皿に乗せて持ってきてくれた。おばあちゃんは別の家に住んでいるけれど、学校から帰る時間に合わせて毎日おやつを作って待っていてくれる。そしてお父さんが帰ってきたところで一緒に夕飯を食べて帰っていく。ねえおばあちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいい？なんだい？学校の友達がね、お父さんのことをヤクザだって。なんだいそれ。とんでもないことを言う子だね。お母さんがいないのもお父さんが殺したからだっていうの。バカなことを。いいかい？もし本当にお父さんが人を殺しているのなら今頃刑務所だ。なんで普通に花ちゃんと暮らしているんだい？そうだよね。花のお母さんはね、ちゃんと生きているよ。でも私会ったことないよ。そうだね。いつかきちんと話してあげないといけないね。でも今はまだ話せないんだよ。もう少し花が大きくなったらお父さんが話してくれるから。お父さんの顔の傷のことも、お父さんの傷のことも。私は人よりも空気を読む性格だった。この時も祖母からこれ以上はこの話に触れてほしくないという空気が漂っていた。だから私は口をつぐんでおばあちゃんの芋餅を食べた。そしておいしいと笑顔で言ってその場にあった重い空気を消したのだった。私が中学に上がった年、おばあちゃんが亡くなった。思春期になってお父さんと話す機会が減っていた私にはおばあちゃんが唯一何でも話せる相手だった。だからおばあちゃんがいなくなってから私は自分の気持ちを胸の奥にしまい込むようになっていた。高校は地元の女子校に進学した。地元とはいえ電車で30分はかかる場所にあって、小学校から一緒の友達などは学校に一人二人いる程度だった。そして大学も地元の短大へと進学した。この高校から短大の期間が私には最高に幸せな時期だったのかもしれない。相変わらず人の発する空気は読んでいたが、同年代の女の子の中でのやりとりはお互いに相手の深い心理には立ち入らない不分率があったので、特に苦しむこともなかった。だからすっかり忘れかけていたのだ。人は自分の父親を見た目で判断する可能性があるということを。私は大学を卒業すると同時に入った会社で恋人ができた。人から見たら遅いかもしれないけれど、これが私には初めての恋愛だった。職場の先輩で私の指導係だった克行はもともと大学まで野球をやっていたという体育会系の人間だった。花さん、今月の売り上げ、目標まで気合で営業かけまくりますよ。はい。よろしくお願いします。私が入った会社が扱うのは主にパンだ。様々なオフィスにパンやそれに付随したスープや飲み物を売りに行くのが仕事だ。
私たちはその卸す会社や商店街を開拓するのだ。克行は持ち前の自信と裏のない話し方が主婦層の人気を集めていた。ああ、こんにちは、三浦さん。あら、久しぶりね、克行ちゃん。今日も試供品持ってきてくれたの？もちろんですよ。三浦さんの的確な味の評価は参考になりますし、いつも笑顔で僕を迎えてくれるお礼です。もうそう言ってもらえておばちゃんも嬉しいわ。私は克行に合図されてかしこまって新作のパンを詰めた袋を差し出した。どうぞ。一緒に営業を回らせてもらっている池谷花と申します。よろしくお願いします。あら、新人さん、かわいい子じゃない。でも、うちの担当はずっと克行ちゃんでいてよ。三浦さんのご指名とあらば。克行の気さくでサービス精神旺盛なトークで、この工場でのパンの売り上げは、うちの会社の営業支店の中ではダントツなのだ。気分よく三人での会話が進んでいた時だった。奥から一人の年配の男性が出てきた。田上部長、お疲れ様です。いつものパンの営業の方がいらしてるんですよ。ご機嫌そうにおばさんが男性に声をかけた。でも、それに返されたのは私たちを蔑む視線だった。はーん。パンか。女子どもは喜ぶわな。でもそんな栄養にもならない菓子みたいな食い物を売って世の中のためになるって思ってるのかね。まあ、金のために売りつけてるんだろうけどさ、もっと世の中のために働けないものかね。そんな考え方をする人間がいるんだと、私は純粋に驚くばかりだった。もちろんその場は笑ってごまかしたが、帰りの車の中での克行の怒りは相当なものだった。何か人のためになる仕事なのか？だ。人の命を作り上げているのが職じゃないか。それを見下げるようなことを言いやがって。ひどいですよね。でも何か嫌なことがあって、虫の居所が悪かっただけなんじゃ。それだって、人は心の中にあるものを語るんだぞ。あの親父の顔を見たか。人の性格や生き様ってのは顔に出るんだ。意地の悪い顔をしていたよ。その言葉こそ、怒りに任せた言葉だということは分かっていた。でも、私の心に突き刺さる言葉だった。顔は人の生き様を語っている？じゃあ、お父さんは？その疑問を抱えたまま、私は克行からの告白を受け入れ、自分の話はあまりしないままに結婚の約束までしたのだった。なあ、結婚式はどんな風にしたい？私は友達とか呼んでちょっとお披露目するだけでいいかなって。簡素にやりたいってこと？でも親は呼ぶだろう？うちはお母さんはもともといないから。世話してくれたのはお父さんとおばあさんで、おばあさんはもう亡くなってるんだよな。だったらお父さんは呼ばないと。俺、お父さんにも挨拶しないといけないし、いつもお父さんは忙しいって会わせてくれないけれど、そこはけじめつけたいよ。私は真面目な克行の納得ができない顔にどうしたらいいのかわからなかった。おばあちゃんを失って以来、初めて自分の気持ちを話せるようになったのが克行だった。その克行から愛情まで注いでもらえるようになって、私は初めて心からの安心感を持てていることに気づいた。でも、もしお父さんに克行を会わせたらどうなるのだろう。子供の頃のお前のお父さんはヤクザだと言われた時の心痛がよみがえってくる。もう克行は大人だ。あの時の小学生のようなことは言わないとは分かっている。でも
人の印象は顔から入る。あの傷を見たら、どんな生き方をしてきた人間だと思われるのだろうか。そして私の自分でも知らないお母さんとの経緯も私の未来に影を投げかけてきそうで怖かった。できれば近づきたくないというのが本音だった。私は克行に嘘の行き先を告げ、久しぶりに実家に戻った。急に現れた私にお父さんは随分とびっくりしていたが、喜んで家にあげてくれた。元気だったか？うん、お父さんはちょっと老けたね。そうか、もう年も年だからな。お父さんは随分と白髪ばかりになった髪に手を当てていた。相変わらずお父さんの顔には大きな傷があった。額から始まり、顔を斜めに縦断するような引き連れた赤い傷。実は私、今度結婚することになったの。結婚？一体誰と？会社の先輩で野球が大好きな熱血な人だよ。そうか、いい人なら俺は全然反対はしないが、でもどうして彼氏が挨拶に来ることもなしに結婚なんだ？そのことなんだけど、私は言わなければならないと思いながらも、次の言葉で言いよどんでいた。だって、言いたい言葉ではない。でも、言わないと私の将来が失われるかもしれない。私は、克行さんに私の家族の話はしたくないの。お母さんがいないこととか、お父さんが顔に大きな傷があることとか、今までずっといろんな人に詮索されて嫌な思いをしてきたの。お父さんが悪いわけじゃないってわかってる。でも、克行さんに嫌われたくないの。だから、お父さんは仕事が忙しくて、克行には会えないって言ってる。花。だから、結婚式にもお父さんから行かれないって言ってほしいの。本当にごめんなさい。ごめんなさい。でも、私も幸せになりたいの。私は顔を上げることもできず、土下座するようにして父にお願いした。すごく残酷なお願いだと分かっていたけれど。そうか、分かった。花がそう決めたのなら、俺はそれに従うよ。私はもう一度ごめんねと言って、父のもとに結婚式の招待状を残した。すでに欠席と私が書き込んだ招待状を。父はその後、克行宛てに手紙を添えて返事をしてくれたようだった。その手紙を読んで、克行はしばらく深刻そうな顔をしていたが、私に何かを問いただすようなことはしなかった。結婚式は私が望んだ通りに、こじんまりとしたレストランで、友達や克行の両親や兄弟を交えて行われた。私にわだかまりがなかったわけではない。でも、これでいいんだと言い聞かせていた。今日は素敵な結婚式に立ち会えたことを私も心から嬉しく思っています。でも、ここにもう一人、この式を心から楽しみにしていた方がいらっしゃいます。本日のスペシャルゲストです。私は聞いていなかった思いがけない進行に克行を見た。だが、克行は私の手をぎゅっと握るとうなずいた。レストランの扉が開き、そこから入ってきたのは、私が来ないでと拒絶したお父さんの姿だった。お父さん。花、結婚おめでとう。私はその気持ちを届けられれば十分だと克行くんに言ったのだけれど、彼がどうしてもここで花に話してほしいと頼まれてね。狼狽する私に
その様子に異変を感じた友達たちも神妙な顔になり始める。中にはお父さんの顔の傷のことを話している人たちもいるのが分かった。花、逃げてはダメだ。ちゃんと向き合わないと。どんなに大変なことでも何通りもの解決策があるってお父さんに教えられただろう。逃げるのは一番楽な道だ。でも俺はお父さんを含めた家族が分かり合えるようになりたい。だからみんなにもお父さんのことを知ってもらおう。私は混乱の中で克行がすでにお父さんと何度も話をしていることや私の知らないすべてを知っているのだと感じた。花、今まで話さずに逃げてきたのは私も同じだ。そのせいでお前を苦しめてしまっていたことに今まで気づけずにいたことはまずは謝りたい。まずお前の母親は今も生きている。ただしお前が3歳の時から今まで昏睡を続けている。昏睡？お前が3歳の時に事故が起きたんだ。お前は自分の頭に傷跡があるのに気づいているかい？私は昔美容師に言われたことがあったのを思い出してうなずいた。車で幼いお前を連れて母さんが私の職場に来ていたんだ。エンジンがかかったままの車の中にお前を残してちょっと立ち話をしていただけだったんだ。だけどそれがいけなかった。車の中でお前はギアをいじってしまったんだ。パーキングからニュートラルになった車が坂道だったこともあって走り出してしまったんだ。気がついた私がすぐに車に飛びついて何とか止めようとした。でも運転席に乗り込むことができずに道に飛び出した車が走ってきた車と衝突したんだ。レストランの会場の中でみんなが息を飲む音がした。私の脳裏にも泣き叫ぶ私と必死に車にしがみつくお父さんと悲鳴を上げる女の人の姿が見えた気がした。その事故でお前は頭を強打して脳内出血を起こして手術を受けることになった。私もその時に対向車のサイドミラーで顔を怪我していたんだ。お前は手術から1週間昏睡状態だった。でもやっと目を覚ました時はお母さんも私も本当に嬉しかった。だけどお前が助かるかどうかという緊張で保っていたお母さんの精神がこの時に壊れてしまったんだ。娘を死の間際まで追い込んだのも、夫に消えない傷を負わせたのも自分のミスだと思い込んでしまったんだ。違う。悪いのはいたずらをしたのは私なのに、お母さんは薬を飲んで自殺未遂をしたんだ。命は助かった。でもその時から目を覚ましていない。お母さんの実家は病院でな。その病院に今もいるんだ。私は溢れてくる罪悪感でおえつを耐えることができなかった。ごめんなさい。私のせいだ。私がお母さんを苦しめて、お父さんのことも苦しめて。それなのに何も知らずにお父さんのことを避けてた。私はどう償ったら。花、そうじゃない。花がそう思わないようにここまでお父さんは事実を隠してきたんだ。でも今のお前には俺もいる。友達もいる。そして本当にお前を愛して守ってきてくれたお父さんがいる。だから自分を責めるんじゃなくて感謝することを知ってほしかったんだ。お父さんはお前を苦しめたくて怪我をしたんじゃない。
お前を助けるために命を張ったんだ。だから、謝るんじゃなくて、ありがとうって言ってほしい。涙でぐずぐずの私の顔を見つめ、克行が言った。克行の目にも涙があふれていた。どうか、お母さんと同じ道を選ばないでくれ。違う解決策を克行くんと見つけてくれ。お父さんが私に向かって頭を下げていた。私は克行に背中を押され、お父さんのもとへと走った。お父さん、ありがとう。今まで私を守ってくれてありがとう。お父さんの顔の傷は私を守ろうとしてくれた証だって、これからは誇りに思うから。私はむせびなくお父さんの背中を抱きしめて一緒に泣いた。その日、レストランの中はたくさんの人の泣き声でいっぱいだった。私は今、お父さんと克行と一緒に病院に来ていた。お母さんが入院している病院だ。私は今日、家族のありがたさを心の底から感じている。お父さんとお母さんと私という家族。私と克行がこれから築く家族。そして初めて会ったお母さんを助けてくれているおじいちゃん、おばあちゃんという家族。これから私は3つの優しい家族に囲まれて過ごしていくことができるのだ。お母さん、私はちゃんと幸せにやってるよ。心配しないでね。私はこれから自分が人を支えられるような家族を築く一員になれるように、お父さんや克行の力を借りて頑張っていきたいと心に誓った。